皆さんこんにちは、よみと申します。今回は私は1年に2回の退職をしてそれで感じた繰り返さないための方法とそれをですね話そうかなと思っています。パターン化できることもあると思っていて、ただ誰かが教えてくれるわけじゃないから、例えば仕事を辞めますって言ったら、国民年金とか、あと国民健康保険とかそういうのを切り替えるっていうことぐらいは、頭に入っている。中には任意継続での、健康保険に入るとかっていうのもあるかと思うんですけど、通常の、ケースとして自身が職場を退職した場合における手続きとしては、そういうイメージ。とにかく、仕事を辞めたら切り替えのために役所へ行って、それでその手続きをするっていうことぐらいしか、頭には入っていなかったりするんですけど、でも2回目となる今回に関しては、想定できることとしたら、その役所だったら足を運ぶとか、あと私はiDeCoに加入しているんですが、これは電話で変更する場合って型が変わるので、個人で掛け金をかけているとはいえ、事業が絡むことになる厚生年金、に絡む話になってくるので、書面も書類も変わるんですよね、型が。それもあって、あらかじめ準備できることがあるんじゃないかなと思ったんですよね。というのも自分の中では書類が申請して書類が送られてきたら、記載事項に必要な、ことを書いて、それで申請をされるのを待つだけなんですけど、それでもタイミングによっては、うまく引き落としに間に合ってないっていうようなことがあって、それを遡ることができなくなるので、それだったら早めに準備できないものかなと、そういうふうに思って、事前にちょっと早めにですね連絡をして、想定されるパターン、をお伝えした上で、それで書類をお送りいただきました。なので一つではないっていうことになるんですよね。すぐに次の職場が決まっている場合や、あとしばらくの国民年金のままで行く場合と、そういうケースが考えられるので、パターン分の用紙と封筒を送ってもらいました。そういう風にすることによって、タイムラグとかで切り替えがスムーズにいかなくなることを防ぐことができるので、防止策になるかなと思っていますし、安心感にもつながるかなと。でもこういうことを伝えていなかったら、その時の状況で一回一回書類を送ってもらうっていうことになるので、電話が必要な場合、電話をしないとやっぱり書類とかって送ってもらえないことっていうのが、あったりするので、それを踏まえたら、なるべく問い合わせをまたするとかだったら、それはかけるしかないかなと思うんですよね。問い合わせしないとちょっと送る書類がわからないとか、どうやってそれこそ書いたらいいのかわからないなっていうことだったら、それは電話を
一切かけないっていうことじゃなくて、やっぱり問い合わせする時にはかかることあるかなと思うんですけど、ただ書類的なものっていうのは、いくつか送らないといけなくなるのであれば、やっぱりあらかじめ送ってもらってる方がなんか安心するしスムーズかなと思っていて、それで今回は手元にありますね。今のところは、今後、就職を予定しているというか、そのタイミングが、来年、に働けるところがあればと思っていますが、ただまだ何も、決まっておりませんので、それも踏まえてということになります、私の場合は。で、イデコに関してもうこういうこういう対応をオペレーターの方に取っていただけたので、それは良かったかなと思うんですけど、例えば先日年金、国民年金と、あと健康保険の厚生年金とか健康保険も会社の方で入っていたので、それも切り替えたんですけど、その窓口の方にもあらかじめ想定できるようなそういう話をさせていただいたというか、なんかやっぱり健康保険に関しては窓口に行ったりだとか電話をして書類を送ってもらうとかっていう話があったんですけど、その場でいただいて帰ることができたので、なんか切り替えをするっていうことになった場合、なんか国民健康保険から会社の保険に入るっていう風になった時には、切り替えをするのに、電話をしないと、電話して郵送してもらって書類をそういう感じで、送るとか、なんか意思を示さないと、私、意思を示さずにそのまま放置してしまっていったら書類が届きましたね。そういうこともありましたけど、なんか、手続きはやっぱりスムーズな方がいいので、今回は書類をその窓口でもらえたので、封筒と合わせてね、なのでスムーズにいくかなと思っています。あと会社に勤めている時に厚生年金に入ったものっていうのもそこに関しては特に、切り替えの手続きは必要ないって言われたんですけど、なんかそこはそこでややこしいなと思いましたね。あと振り込みのこととかを、説明受けたんですけど、私は確かオンラインで振り込みましたっていう話をした時にそういえばページだったなって思って、そういう話をしたんですけど、何かと便利は便利なんですけど、領収書っていうのは出せないんですかってお聞きしたんですよね。そしたら確認をしてもらえて領収書に関してっていうか、そういうなんか払い込まれた通知っていうのは管轄の年金事務所へ問い合わせをしてもらえれば、なんか出していただける書類はあるらしいので、なんかそういうので、振り込みを予定されている方、オンラインで銀行を通してということになるので、あんまり利用されている方はいらっしゃらないかもしれないですけど、でも便利に使えるので、私は現金でコンビニとかで振り込む支払いをするっていうよりは、その方法がいいかなって思っています。で、特に明細は出ないですけど、そうですね、特に私自身が年金事務所に問い合わせたことはなくて、特に、問題はないからいいと言えばいいんですけど、問い合わせてみて安心するっていう面ではいいのかもしれないですね。はい、そういうこともありますね。で、今回
国民年金の事務窓口で、確認した時に、賦課、納付っていうのがありますということで説明を受けたんですけど、賦課納付の場合だったらちょっと将来支払われる年金が多くなりますよっていうことで説明を受けたんですけど、でもそのためにはそれも手続きが必要になるので、一応予定は私の中では知っていないんですけど、もしかしたら数少ないですね、私の配信を聞いていただいた方の中で賦課納付、将来のことを考えて賦課保険料を払っていらっしゃる方もおられるかもしれないですけど、それの手続きはそれの手続きで、一応書類はもらって来ました。なので自分の中である程度イメージしたというか整理できた上で窓口の方にやっぱり伝えて、それで必要な書類をその場でもらって帰れるようだったら、何回かそういう問い合わせたりとか書類を取り寄せるっていうことも回数が減ってくるのかなっていうふうに思っていて、なるべく効率よく事務手続きを済ませたい。それから同じことは繰り返したくないなっていう気持ちがあるからこそ、今回は、以前よりはイメージもつきやすくなったし、同じことを繰り返さずにスムーズにいくんじゃないかなと思って、先の見通しっていうのはちょっと立ってはいないことはありますけど、少なくとも事務手続きに関してはスムーズに前よりはイメージはしやすくなったなって。これ回数を重ねたら結構もう私はそれこそ退職した時の事務手続きのベテランになれるんじゃないかなっていうか、それぐらい本当に今回はあらかじめもその退職に向けた書類関係において早めに行って心の準備だけはあったかなって思っているところでいますっていう、そういうことなんです。はい、ということでいろんな話が飛んでいることではあるけれども、何が言いたかったかって言ったら、窓口の方が全て先回りして自分の状況を把握されてしていただけるわけではないからこそ、経験をしてそこでも同じようなことを起こさないぞって思って、やれる場合もあれば、ただ書類が必要でまた窓口に行かなければならない回数とか電話をしなければならない回数を減らすためにも、その時に思ったことに関してはすぐに確認をして、もらえる書類はもらって帰るとそして電話でも問い合わせる時には、必要な書類はあらかじめ必要かと思われる書類ですよね。必要かどうかもわからない状態があったとしても、可能性で考えられる、書類に関してはもらえてた方が電話をかける手間は省けるかなっていうふうに私は思っています。ということで今回終わりにしたいなと思っております。お聞きいただきましてありがとうございました。